はい、皆さん、ボンジュール。前回の動画では、ディズニーランドに行ってきました。ヤングコーン略すと、ヤン。今回は海外です。今回の動画、最後まで見ていただきますと、フランス、ディズニーランドパリ、パート1、羽田からパリへ、シェラトンパリ、シャルルドゴールエアポート宿泊、そこからディズニーランドパリへ移動。こちら側からなってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日のパンツはこちら。こんにちは。私は現在羽田空港第2ターミナル国際線出発ゲートに来ております。今日はこれから1週間フランスパリへ行きます。目的地はディズニーランドパリ。初めての海外ディズニー撮影です。大変楽しみですね。現在時刻は朝の7時22分早朝。フライトは9時40分。あと約2時間です。出発ロビーにやってきました。これからゴールデンウィークということで、旅行に出かけるゲストの数が多めです。ちなみに私は初めて、第2ターミナルの国際線出発ロビーに来ました。国際線は第3ターミナルだけかと思いましたが、第2ターミナルからも国際線が出てるようです。本日乗る飛行機がこちら。9時40分発、フランクフルト行き ANA223 便です。まずはドイツのフランクフルトに行きまして、そこから乗り継いでパリに行くフライトです。本当は直行便を予約してたんですが、なんと2日前に欠航のご連絡。エールフランス航空が欠航したので、乗り継ぎ便で行くことになりました。私の人生は大体こんな感じです。チェックインを済ませまして、セキュリティゲートも通過しました。まだ出発まで少し時間がありますので、ラウンジに立ち寄ろうと思います。到着しました。パワーラウンジプレミアムです。パワーラウンジは来たことありますが、プレミアムバージョンは初めて。どんな感じなんでしょうか。ちなみにこちらのパワーラウンジプレミアム、対象のカードを持っていると無料で利用することが可能です。残念ながら私はこちらのカード持ってないので、正規料金を払ってラウンジを使ってみようと思います。英断ですね。ちなみに料金は大人1人3850円、4歳から12歳は1925円です。ラウンジの中に入りました。非常に落ち着いた空間。朝早いということもありまして、ゲストも少なく、大変ゆったりと過ごすことができます。これはいいですね。あちらに見えるのは、ポケモンが描かれた飛行機です。知らないポケモンがいますね。今羽の上で自撮りをしているのは、私の透き通る彼女のお父さんです。ラウンジは簡単なビュッフェ台がありまして、こちらはお飲み物のコーナーです。コーヒー、紅茶、オレンジジュースにトマトジュース、さらにアルコールメニューも完備。ウイスキーや日本酒、ワインや梅酒もありますね。さらにこちらはビールサーバー、セルフでビールを注ぐことも可能です。お食事はこちら、スパイシーカレーセット、クロワッサンスープセット、そして焼き鮭御膳です。あなたならどれを選びますか？あなたと私、選ぶのが同じなら、相思相愛。新宿西口東口。私はクロワッサンスープセットをチョイスしました。ミネストローネにヨーグルト、パンにクロワッサン、そしてお野菜がついてくるセットです。それでは出発の時間が近くなりましたので、搭乗ゲートに向かいましょう。ちなみに海外に行くのは、去年の年末のベトナムぶり、約5ヶ月ぶりです。搭乗ゲートに到着。ANA に乗りまして、まずはドイツ、フランクフルトに向かいます。お席に座りました。今回は窓側のお席です。まずは羽田からドイツのフランクフルトまでロシア上空を迂回して飛びますので、約14時間のフライトを一人で行きます。一人では寂しいな。
約14時間のフライトを終えまして、まずはドイツのフランクフルト空港に到着です。ドイツのフランクフルト空港に到着。これからまた飛行機を乗り継ぎましてパリに向かいます。次に乗る飛行機は20時10分発ルフトハンザドイツ航空パリシャルルドゴール空港行きの便です。搭乗ゲートに着きました。こちらで約1時間半待ちまして、目の前に止まっている飛行機、こちらに乗る予定です。周りを見渡してますと日本人がちらほら、私はヘラヘラ。20時10分になりました。やっと搭乗時刻です。今時刻は8時を過ぎてますが、ドイツのフランクフルトお昼みたいに明るいです。席を見つけました。今回も窓側を確保。ドイツのフランクフルトからパリまで約1時間のフライトです。ちなみにお席はガラガラ。乗っている乗客はあまりいませんでした。言い忘れてましたが、ゴールデンウィークの頭、羽田パリ往復で航空券のお値段約26万円でした。無事にフランスパリに到着です。羽田を出発して約18時間です。到着ゲートを通りましておしゃれな道を歩いております。今私がいるのは第1ターミナル。これから第2ターミナルに移動してシェラトンを探します。エアポートシャトルを発見。こちらに乗りまして第2ターミナルへ移動しましょう。第2ターミナルに行くには駐車場、第3ターミナル、そしてさらに駐車場を通過します。ちなみにこちらのエアポートシャトルは無料で乗れます。エアポートシャトルの到着です。せっかくなので先頭車両に乗りましょう。エアポートシャトルが出発しました。ディズニーリゾートラインみたいに自動運転です。運転手はいません。第2ターミナルに到着しました。陽気な音楽がかかっております。今回泊まるシェラトンはパリのシャルルドゴール空港に直結しているホテルです。シェラトンの看板を発見。歩いてすぐの場所にあるようです。到着しました。フランスのパリ一つ目のホテル、シェラトンパリシャルルドゴールエアポート。まずはこちらに1泊2日朝食付きプランで泊まらせていただきます。それでは早速シェラトンしていきましょう。シェラトン。シェラトンパリシャルルドゴールエアポートロビーに到着です。ロビーにボビー。初めて宿泊パリのシェラトン。疲労がピークで恋しいお布団。入れるの大好きスープにクルトン。コーラをこぼして手がベトベトン。フランスまで来て何やっとん。チェックイン完了しました。それではお待ちかねお部屋に移動しましょう。今回泊まるのはシェラトンパリシャルルドゴールエアポート3階のお部屋です。
お部屋に到着です。シェラトンパリシャルルドゴールエアポートデラックスダブルルームです。ザ・ホテルという感じのお部屋ですね。こちらのお部屋、1泊2日、朝食ビュッフェ付きでお値段287ユーロ、日本円で約4万7000円です。それではこちらのシェラトンのお部屋、詳細を見ていきたいと思います。まずは窓際から、窓際には机が置かれてまして、その上に電話機やメモ帳が置かれています。横長に広いスペースです。反対側にはケトル、そしてコップが置かれてますね。コーヒーや紅茶、お砂糖も完備。スプーンの置き方がなんともおしゃれです。一番左の扉を開けてみますと、中はクローゼットになっています。お洗濯用のランドリーバッグも完備。そして下の引き出しには何も入っておりません。シェラトンのお部屋、室内着は置いてありませんでした。今度は反対側の棚を見ていきましょう。こちらの扉を開けてみますと、アイロン台にアイロン、さらに置いてあったのがセキュリティボックスです。そしてこちらには冷蔵庫。冷蔵庫の中にはお水が1本、エビアンが入っております。エビアンがあるのは嬉しいですね。トレビアン、トレエビアン。今度はこちら、ベッドです。ダブルベッドがお一つ。なのでベッドとベッドの狭間、ベザマはありません。ノンベザマです。シは一つないですね。そしてベッドの枕の元にはコンセントと USB の差し込み口、電話機やメモ帳も置いてあります。そしてベッドの枕の頭上にはご覧の通り飛行機のオブジェ、地球儀と飛行機絡まってますね。絡まっている飛行機はポルトガル航空です。ベッドに寝そべりました。正面にはテレビ、そして丸テーブルとソファーが置いてあります。続いては洗面所をチェケラしていきたいと思います。クローゼットみたいに見えるこちらの扉が洗面所の扉です。早速開けていきましょう。中はこんな感じです。シャワールームにお手洗い、お風呂、そして洗面台が一緒になったオールインワンのバスルームです。オールインワン、略してオーン。フランスパリのシェラトンの洗面台。アメニティは最小限です。歯ブラシ、ドライヤー、ヘアブラシなどは置いてありません。室内着も置いてませんので、フランスパリで宿泊する際は、あらかじめ寝巻き、歯ブラシ、ドライヤーなどを持っていくのがおすすめです。それでは最後にお部屋からの景色を見ていきましょう。お部屋からは何が見えるんでしょうか。こちらがお部屋からの景色です。正面に見えるのは空港の滑走路です。ライトが非常に綺麗です。こちらのシェラトンのホテル、飛行機が好きな方は特におすすめのホテルです。今日は疲労が限界を迎えてますので、このままシャワーを浴びて爆睡したいと思います。英断ですね。それでは今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。現在時刻6時50分です。7時間ぐらい寝ることができました。今正面にはアメリカン航空が見えますね。非常にイケメンな見た目です。こちらのシェラトンの窓からはひっきりなしに飛行機の離着陸が見えます。今飛んできたのはエールフランス航空。この窓辺に座ってゆったり飛行機を見るのもとてもおすすめです。ちなみに窓の下を見てみますと、まだ朝早いんですが、たくさんの車たち、空港に吸い込まれていくのが見えます。空港大忙しですね。さすがはパリの空港です。今日はディズニーランドパリに移動するんですが、その前にシェラトンの朝食ビュッフェ、こちらをいただいてエネルギーをつけたいと思います。エネルギーを吸って気に、あら？到着しました。シェラトンパリシャルルドゴールエアポート朝食会場です。受付に何人か人がいますね。席に案内いただきました。シェラトンの朝食会場。中はこんな感じです。そんなに広くはありません。コンパクトな朝食会場です。一人で食べているアジア人は私一人。それではシェラトンの朝食会場、ラインナップの詳細を見ていきたいと思います。シェラトンの朝ビュッフェ、どんなラインナップか見ていく。
香ばしく焼き上がったソーセージベーコン、後で取りたい。スクランブルエッグの色は薄い黄色、赤いトマトに奥にお豆、ファンタチランド、フランスパンにクロワッサンにいろんなパンたち、おシリアルにドライフルーツ、クレープまである。日本と少し違う。トッピングのラインナップもいろいろ充実。乳製品も忘れちゃダメよ。チーズがこんなに。朝から生ハムにサーモンにお野菜たっぷり。忘れないでフルーツもある。ぶどうにオレンジ、パイナップル、リンゴ。お飲み物は生搾りのオレンジジュースにグレープフルーツ。昨日の夜に何も食べてないから料理をたくさん食べる。何これとても美味しいぞ。オレンジジュース生搾り、ヨーグルトの上にかけたフルーツが甘い。ぶどう種だし、いろんなお料理お皿に乗って西洋かぶれ。つるんとむけたゆで卵は将来の私の頭。一番美味しく感じたのはクレープクロワッサン。ごちそうさまでした。チェックアウト完了しました。それではこれからいよいよディズニーランドパリに向かいましょう。空港からディズニーランドパリに行く手段は大きく2つあります。まず1つ目の行き方がシャトルバスです。空港からディズニーまでマジカルシャトルというバスに乗ると約1時間で到着です。料金およそ4000円。そしてもう1つの行き方が列車で行く行き方。こちらは所要時間10分。料金同じく4000円ぐらいです。今回私は早い方、列車で向かいます。ということであちらが列車です。下に降りましょう。券売機でなんとかチケットを買いまして改札を通過しました。もうすぐ列車の到着です。列車がやってきました。今回はこちらに乗ってディズニーランドパリに向かいます。無事に乗ることができました。ディズニーランドパリまで10分で到着しますので、指定席は買わずに立ちながら移動します。見客ですね。駅に到着です。パリのシャルル・ド・ゴール空港から1駅約10分で到着です。やはりたくさんのゲストが降りていきますね。ミッキーに遭遇しました。ようやく会えましたね。はは、はるばる日本から来たのかい？来てくれて嬉しいよ。日本にいるミッキーは元気？ということでディズニーランドパリの最寄り駅マルルナ・バレ・シェシー駅です。略してマルシェシー。早速パークに向かいましょう。ディズニーランドパリの最寄り駅、今日は平日ですがたくさんのゲストで溢れております。家族連れが多いですね。こちらは駅の売店。駅の売店にもディズニーグッズが置かれております。いろんなキャラクターがいますね。置物がずらりと並べられております。10点。ディズニーランドパリは駅から歩いてすぐ。ちなみに本日の天気は雨。パラパラと小雨が降っております。ディズニーランドパリの入り口が見えてきました。ミッキーがいますね。ようやく到着しました。まずはこちらでセキュリティ検査があるようです。大きなスーツケースがありますのでホテルに置きたいんですが、ホテルもこのセキュリティゲートの先なのでスーツケースを持ってこちらの検査を通過します。検査は空港のチェックと同じような感じです。無事にセキュリティゲートを通過。今正面に見えてるのがパリのディズニーランドホテルです。そしてその奥がディズニーランドパリのパーク。大変楽しみですね。
はい、ということで今回は日本からフランスのパリフライトの様子、そしてシェラトンパリシャルル・ド・ゴールエアポート、さらにそこからディズニーランドパリまでの列車、こちらをご紹介してきました。いよいよこの後はディズニーランドパリのパークに行く予定です。いろいろアトラクションに乗ってグルメも楽しみたいと思います。そちらの動画もぜひ見ていただけると嬉しいです。今回の動画は少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見てよかった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いいたします。またね。ささりりママパパリリママパパニニママパパニニさささにだパマゲリマパパパママパパパマパダニダパマゲリガザリマパパパママ一人では寂しいな。ご視聴サンキューありがとうシェイシェイ。 YouTube メンバーシップを始めました。ぜひ概要欄からご確認ください。その他サブチャンネルもっともっとボビーマイハマー、音声配信ボビーのレディオ、ボビーのノート、ボビーのオンラインショップ、これらも載せておりますのでぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。